レーシングカーの発想だよね。よく考えつきましたよね。よく考えたよ本当に。発想がすごいな本当。アイルトン・セナの生まれ変わりこれがサブフレームとボディを留めているボルトになります。本来はこうなくちゃいけないんですけれど、やっぱり生産する都合上こうなった。こうガタができるぐらい隙間があるんですね。ガタがないものをここに挟んであげることによって隙間がなくなって低血力が上がります。じゃあ理事からお教室。理事から教室。これは聞くと思うよ。いい？これが装着前のフィーリングっていうことで、ちょっとまずはこれを了解。覚えておいていただいて、はい。で交互期待ということで。そうだね。はい。なるほどね。では、これはおはようございます。今から理事からがどういうふうに車に作用してまたまたどんなふうにドライバーが感じるのか、こんなことをちょっとレポートしたいと思います。世界中の自動車ってモノコックボディで、それにサブフレームっていうものがあってですね、サブフレームにエンジンとかトランスミッションになってる、車体、俗に言う車体とサブフレーム、これを締結している部分は大量生産で、その車が、生産ラインでダーッと流れて上からボディが来て下からサブフレームが来て締結されるっていう、もう秒単位で組み立てているので、そんなにキツキツだとちょっとスピードが間に合わないので、隙間があるんですね。ここがそもそもその理事からを作ろうと思った着想のポイントなんです。これだけ隙間があるんですよ。隙間問題をなんとかしようと、これが理事からなんですね。これね、そのカラーみたいのね。はい。はいはいはい。でこれをですね、締め込んでいくと、サブフレームとフレームの間にどんどん締め込まれていくことで、この隙間はゼロになる。次にどんどん締め込んでいくと外側が押されるもんですから、今度内側の方は狭窄、首が締まるようなボルトと理事からの間が隙間がなくなる。それをどんどん進めていくと、今度その理事からのプレートとこのフレーム、サブフレームの間の隙間、ここも圧延っていう力学的な変化が起きて、サブフレーム、メインのモノコック、それから締結ボルト、この3つが強固に締結されてシャシーが合体化するんですね。なるほど。その結果、車は素直にまっすぐ走り、乗り心地が良くなると。本来はこうなくちゃいけないんですけれど、やっぱり生産する都合上こうなっていると。量産者はね、はい、パッパ組み立てなきゃいけないから、こんな面倒くさいことしてらんないわけよ。そうですね。だけどそんなに変わんないじゃん。だってスコーンと入る隙間があればいいわけだから、ね、そんなに広く穴開ける必要ないじゃん。ボルトを補足する必要もないじゃん。ね、そう思わない？思うね。それはね、なんでそうなのかっていうと、上から車体が来ます。これつられてるんで、上からつりかごにこうやって乗っかってくるの、ボディはね、とゆらゆら揺れてるんですよ。一回止まったように見えてもですね、振動してる。一方この重い250キロから300キロあるトランスミッションエンジンっていうのは、下から水圧とか油圧のプレスでギューッと上がってくる。これも震える、つまり震えるものと震えるものが合わさるとですね、この16ミリのボルトにして20ミリぐらいで
片側2ミリずつ、うんまあ、これぐらいはどうしても必要になっちゃうんですよ。特に重い車、V6、V8、はいはいはい。そういう車っていうのはどうしてもその量産ラインの誤差もある、ボディ単体でもですね、数ミリの誤差がある、まあ、両方を合わさるとどうしてもこの隙間が必要なんです。なるほどね。まあ早く作業を終えるためにはこの隙間が必要だってことだね。そうですね。ね。設計はぴったりいってるんですよ。設計の図面と量産車を作る量産図面とはまあ別のカルチャーなんですよ。だからどうしてもそのレーシングカーのようにエンジンもシャシもインローでですね、こう斜めになってギューッと締めたらもう動かない、一体化してる。そういうシャシでも、端と端で少しねじれよじれが起きる。低血の誤差っていうものがあるような量産車っていうのはどうしてもそこに隙間にガタガタとかゴトゴトっていう低級振動音を発しやすいんですね。いやこれは考え方はすごくいいと思うよ。考え方いいけど人間が感じないとね、ベネフィットを、そうねそこですよ。そうねこれは効くと思うよ。これはもう確実に効きますよ。割とこう発想がレーシングカーの発想なんで、これを市販車にやったらハンドリングは明らかに良くなる。で今日は私の新型オデッセイ買いましたので、そこにリジカラをつけてどうなるか見てみたいと思います。作業いかがですか？順調に順調にもう少々お待ちください。はい。今はどんな作業されてるんですか？もうどんどん取り付けを。これがサブフレームとボディを留めているボルトになります。ちょっとこれがサブフレームの穴ですね。ボルトに対してこうガタができるぐらい隙間があるんですね。そこに対してこういうボルトとぴったりの径のもの、ガタがないものをここに挟んであげることによって隙間がなくなって低血力が上がります。これサブフレーム、ボディですね。はいはい。で低血部分っていうのが今もここ1本抜いてますけど、ここ、それからはいはいはい。片側3箇所の計6箇所フロントですね、になってます。リジカラなしの状態っていうのはこういう当たり方、一見こうプレスで平らに見えるボディですけど、こういうふうに当たりとしてはなんていうんでしょう、線あたり、まあ面というよりは少しこの辺は面で当たってますけど細くなってますよね、当たってる箇所が鉄板の割に狭いんです、リジカラを入れてあげるとアルミが変形することでここまで面を出せるようになるんです。だからしっかり面をかけられる、設置面積がもうこれ全然、もう見てわかるぐらい違うと思うんですけれども、そのぐらい変わってきます。その芯を出してあげるっていう、その位置を出してあげる、ボルトのガタをなくしてあげるっていう効果と、あとこうやって大きな面を作ってあげることで、それで設置面積がもう飛躍的にそうだね。そのぐらいこれ変形しながら面当たりしてます。これ、高い圧力じゃないと赤くならないんで、金属をギュッと締めるぐらいにしないと当たらないんで、ちょっとした力じゃ全然色がつかないんですね、なんでここも実はちゃんと全面が当たってるっていうのがこれは分かりやすい。まあノーマルはこれはもう誤差範囲ってやつだよね。まあ止めてるだけそこの位置にいるだけ、そうだよね、これだけずれてるってことそうです、で真ん中の要はしっかりセンターも出るし、かつこれだけ当たり幅がもう広がる、はあ、まあこれはこれだけ違えばもう全然乗り味変わるよね。ですね。で狭窄が起きるんで、中にこのネジの跡が残るんですよね。
結局本来入れる前っていうのはこのからスカスカなんですけど、入れたことでギュッとすぼまって狭窄が起きるんで、ここにネジ山がついてこう動かなくなる。だからカラー自身もキュッと縮まる、だから面も出る、位置も出る、さらに隙間までキュッと埋めてしまう、そうすることで一体感、要は合体化っていうことが起きて、やっぱりそうするとちぐはぐな動きがなくなれば車って良くなっていく、そりゃそうだ、それが狙いのものになります。はあ、その辺のまがいものとは違って確実にいいよ。なかなか考えてるよ。若いのもほっとくとどんどん調子に乗ってる。怖い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 。スターにさ、どうこう言ってもらうっていうのはさ、なんか古っぽいじゃない。エンジニアリングではわからない。頑張れ。頑張ります。進化してるね。進化してる。これは間違いなく。これエンジンルーム？まあここはね、エンジンルームというかエンジンを組み立て、寿司屋でいうともうあと握るだけみたいな。お腹裂いたり血が出たりっていうのはあっちでやる。その新品のブロックでもそのまま使えないんで、俗に言う昔砂落としみたいな、とか下ごしらえは向こうでやる。ここは組む。だから見せてこんな風にやってる、組むっていうのも、さっきの理事からと一緒で、量産車の場合インマにも駅マにもやっぱりガタがあるんで動くんですよ。そりゃそうだよね。こういうとこもほら結局インマニとずれてるから、ここにほら吸気のところにぴったり合ってないんですよ、ポートに。だからここで乱流が起きて抵抗になっちゃう。両方小組みしたものをアッセンブルするっていうのは、この日アッセンブルするっていうと、富士スピードウェイで 4000m で1000分の1と 4m、車1台分、車1台分前行かれるとさそりゃそうだ。じりじりと。そりゃそうだ。コロナになる前は、ここにも持参してお参りしていくっていうね。お参りしてくる。ほとんどお参りですよ。そう。来たらサインして来たぞ。あ、そう。スプーン参り。一緒にシビックで西日本なんかレースやった時楽しかったね。それは面白いよ。それは面白いよ。滑った転んだっつって。なるほど。ちょっと変わった。なるほどね。ああ。全然違う。いいじゃん。助手席も全然違いますこよ。のなんか高級車っぽい。乗り心地いい。高級車っぽいぞ。なかなかいいぞこのレジからは。いいか違うね。違う。ちょっと高級車っぽいわ。ワンランク上がる、車格が一つ上がってるような、高級車っぽい。丸くなった。ドンがトンになってるような、丸くなった。これはいいね。あざっす。これはなかなかいいぞ。これはスポーツカーだけじゃなくてファミリーカーにも全然いいね。やった方がこう質感が上がる。すごいね。丸く収まってる。
いや乗り心地が良くなった質感が上がって、やっぱ違うもんだね。これは価値があります。はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。これはなかなかいいぞ。丸く収まりました。10年ぐらい前かな、土屋さんには、古い方のオデッセイで、試してもらったんですけれども、やっぱり同じように、効果っていうのは出てると思います。理事からに新しい車、古い車ってあんまり関係なくて、量産車っていうのはどうしてもその構造上、こういった製造における弱点っていうのがあるんですけれども、そこを補ってさらに乗り味のいい車にできるっていうことがこの理事からのメリットだと思いますんで、もうどんな車にもつけていただいてその良さを知っていただければと思います。助手席で感じる方って実は結構多くいらっしゃって、やっぱご家族だと助手席専門で乗られる方、パートナーの方だったり、そういった方が何かやったってよく聞くらしいんですよね。それで大体こうやったことが、悪い言い方をするとバレるっていうことがあったみたいででも全然ね、外からも見えない、補強のバーみたいなものとは違うので、すごくこう驚きとともに、受け入れてもらってる、そういう部品になりますね。全国の理事から取り付けショップっていうのはこちらに出ております。ぜひともアクセスしてご近所の工場を探してみてください。どうもありがとうございます。